んにちは。こんにちは。今回は執着しまくっても叶う人についてお伝えします。なるほどね。執着してたら叶いませんかっていうご相談はたくさん来ますよね。はい。裏を返せば、それほど執着していたら叶わないと思っている人が多いということなんですね。そうですよね。過去動画でも2回ほどやりましたよね。はい。興味のある方は概要欄に URL を貼っておくので、ぜひ見てみてください。はい。2回目にやった執着しても叶うよっていうのが去年の1月にやっているので、だいぶ時間も経ったので、最新版があってもいいのかなって思ったんですね。と言っても答えは一つしかないんですけどね。はい。執着しても叶うようですか？当たりー当たり前じゃないですか。でも、これだけ多くの人が執着したら叶わないんじゃないかって思ってるのは理由があるはずなんですよ。で、その理由なんですけど、イルルさんは何だと思いますかね？辞書的な意味は物事に固執しとらわれることですよね。はい。で、固執する、とらわれるってどう考えても心が重くなるような感じがするんだよね。そういう状態がずっと続いて叶うと思えないっていうか。確かに重い感じはありますよね、単純に。仏教でも主にですけど、悪い意味で使われることがあるんですよ。で、それなんでかなって考えたら、心の雑念の一つだからかなと思ったんですね。あくまでもこれめぐるの解釈なんですけど。だけど、はい。今、イルルさん、固執する、とらわれる状態がずっと続いて叶うと思えないって言いましたよね。はい、言いました。正直そう思ってる人はたくさんいると思います。執着しても叶いますって言ったのは詭弁。執着したら叶いませんよってはっきり言ってほしい。そしたら対策考えるからさ。実際執着したら叶ってませんみたいに思ってる人はいっぱいいると思うんだよね。執着したら叶いません。叶わないの？今はっきり言ってほしいって言うからはっきり嘘つきました。何なの？でもこれ見方を変えれば一理あると思ってるんです。どういうことですか？はい。執着という言葉にコーティングされて見えなくなっているものがあるっていう意味で一理あるってことなんですね。昔めぐるは恋愛で別れた人の中で2人執着気味なことがあったんですね。はい。で、1人は復縁しました。もう1人は復縁しませんでした。じゃあそれって執着したら叶わないこともあるになるじゃん。いやだからね、全然違うんですよ。最後まで聞いてください。執着1人目。何年も付き合って一旦振った彼のことなんですけど、その時めぐるは彼のことが大好きだったんですね。で、好きなのに振る。そういう非常に面倒くさいことをしていた時期があったんですよ。20代の前半ね。なるほど。はい。で、執着2人目。もう1人はめぐるにとって唯一と言ってもいいぐらい振られた相手だったと記憶してるんですけど、しかも1ヶ月しか付き合わなかった人だったんですね。で、めぐるは基本付き合うと長いので、自分にとってはちょっと異質っていう人だったんです。なるほど。はい。どっちも執着してたんだね。はい。この人が好きっていうのは純粋な思いだと思うんですけど、執着っていうのはこの人じゃないとダメ、この人以外はありえない、こうなると執着っていうイメージがあると思うんですけど、2人とも完全にそうなってたんですよ。なるほどね。この人以外は嫌ってことですね。そうです。で、執着の度合いはどちらも似たようなもんだと思うのに、2人がね。でも1人目は復縁しました。2人目はそのままダメになりました。なぜだと思いますか？なんか許す度合いのような気がします。許す度合い。はい。1人目より2人目の方が彼のここが許せないみたいな要素が
強かったっていうか、そういう状態はこの人じゃなきゃ嫌っていう執着をさらに強力なものにしそうで、そうなると叶いにくいように感じますね。なるほど。イルルさんの場合は、相手を許しているかどうかっていうのは、自分の中で非常に大きなウエイトを占めている部分でもあるのかなっていう感じはしたんですけれども、でも、これこそが執着っていう言葉にコーティングされて見えにくくなってるってことなんですね。どういうことだろう。はい。めぐるも執着っていう言葉に騙されそうになったことがあるんですよ。だからそのさっきの2人の例なんですけど、たまたまどちらの人も執着していたっていう記憶はありますから、その昔は執着してても叶ったことがある。執着してても叶わなかったこともある。叶ったり叶わなかったりなるのかなって思ってたんですね。はい。でもおかしいですよね。イルルさん、潜在意識の法則を教えてください。はい。潜在意識はそう思うからそうなる。で、これを恋愛に当てはめると、彼とラブラブと思うから彼とラブラブになるですよね。はい。自分が思ったことが反映されるだけの話なのに、執着したら叶わないってなると、そう思うからそうなる。ただし、執着したら叶わないって条件がつくはずじゃないですか。はい、そうなんだよね。だからおかしいって言ってるんですよ。だっておかしいでしょ、普通に。執着しても叶うって、叶ってないじゃん。めぐるだって実際執着して叶ってない人もいたわけで、法則が法則じゃなくなるでしょ。そうだよね。イルルさんもさっきの話で言えば、そう思うからそうなる。ただし、相手を許さないと叶わないになるでしょ？でもさ、違うじゃん。思い出してくださいよ。なんでしょう。潜在意識はそう思うからそうなる。このうち何が一番大事っていつも言ってます？思いの方。そう思うの方です。彼とラブラブな私みたいな思いの方を大事にしてくださいっていう言い方をよくしますよね。はい。そう。彼とラブラブという思いの方を大事にするというのは、それは当にうまくいっている自分の意識ですよ。結局、肝心なのはここになるんですよ。もしかして当にうまくいってる自分の意識でいるかどうかが問われているだけ。そうでしょう。だからね、とにかく迷ったら、そう思うからそうなるしかなかったわって我に返ってほしいんですよ。執着とか関係ない。やるべきことは一つ。思いを決めるだけってずーっと言ってますよね。はい、言ってますね。で、こういう話をしていくと、思いを決めるっていうのは実はすごい重要だっていうこともわかると思うんですけれども、っていうかそれしかやることないよって言ってるわけだし、つまりね、彼とラブラブという思いを決めました。そしたら、めちゃくちゃ執着しようが、彼とラブラブという思い、言い方を変えれば、当にうまくいっている自分に変わりはないじゃないですか。はい、そうだよね。めちゃくちゃ執着してても、当にうまくいっている自分、とっくに彼とラブラブの自分だったら、彼なんてひょいひょいついてきて復縁なんて朝飯前だと思うんですね。なるほどね。さっきのめぐるの例で言えば、1人目と2人目で何か意識の差はあったの？めちゃくちゃありました。はっきり言えます。どちらも潜在意識なんて知らない頃でしたけど、1人目はどうせ戻ってくるっていう、もうすんごい強力な確信がありましたからね。その上での彼がいいっていう執着です。彼は自分が好きっていう強い確信がありました。で、2人目は真逆ですよ。十中八九戻ってこないんじゃないかって思ってました。付き合い当初からうまくいってないみたいな思いも強かったので、まさにうまくいかない私だったと思います。なるほどね。もうそれを潜在意識のそう思うからそうなるに当てはめれば本当に分かりやすいね。分かりやすい。執着って言葉にコーティングされてるだけで、結局は、彼とラブラブな私、
当にうまくいっている自分の意識って肝心な部分がおろそかになってるだけなんですよ。本当ですね。じゃあやっぱり思いに居続けるってもうそれしかないってことになるよね。そうですよ。だいたいさ、誰かと付き合う時点で大なり小なり執着してるに決まってるんだからさ、執着って言葉に惑わされない。はい。執着してるとかしてないとかそんなことよりも肝心の思いにいるっていう部分の方が大事ってことになりますね。はい。はい、というわけで今回はこの辺でご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお願いします。お願いします。